秋になると日本の家庭では定番の栗ご飯、ホクホク甘みのある栗の入ったご飯。以前視聴者の方から栗ご飯のリクエストがありましたので、パラグアイのスーパーで手に入れた栗で作ってみたいと思います。海外で食べる栗ご飯、さてどんな味になるでしょうか。はい、今日は視聴者の方からリクエストがありました栗ご飯を作っていきたいと思います。ちょうど栗を手に入れましたので買ってきました。これですね。皮剥きづらいんですけども、一晩冷凍しておくと剥きやすくなります。でこれを今解凍しますので、熱湯を沸いたところに入れます。栗ご飯といえば日本の秋の食べ物ですね。この動画公開される頃は日本の秋に合わせます。9月ぐらいの公開でしょうか。でもこっちは今3月でパラグアイの秋です。ですからパラグアイで食べる方は3月ぐらいにこの栗を探してください。じゃあそろそろ出しましょうか。剥きやすくなっているかどうかですね。塩入れて、剥けますね。で渋皮も簡単に剥けるみたいですね。こうやってちょっとこするだけでも取れちゃいます。あんまりいい栗じゃないですね。ちょっとカビが生えてる。黒いとこ全部取った方がいい。これはいい色だ。ほら。横に線を入れてキュッとこうすると取れますね。これはダメだ。ちょっと腐ってるかな、色が。残念だな、これは使えない。やっぱ時間が経ってんでしょうね、収穫してから。2月に買った方がいいのかな。これもダメ。ちょっとダメな率が高いです。日本だったらこれ返品もんですけど、パラグアイじゃしょうがないですね。これはギリギリダメ。半分以上ダメかも。これはちょっと表面こすれば大丈夫。残念。
日本行ってまたちゃんとしたの栗で作り直しますね。今日はとりあえずこれね。なんとか。ダメだ。これもダメ。残念だな。これは OK。 綺麗ですね。ダメ。これは大丈夫。せっかく苦労して剥いてこうやってダメだったらがっかりしますよね。なんとかこっちを取れば OK か。では渋皮むけば OK ですね。名古屋の栗農家の方、どなたかいい栗をください。これは使えない。これもダメです。一応リクエストに応えて作ろうとしたということだけお許しください。これは大丈夫かな。ダメ。これもダメ。抜けないのはもうダメってことですよね。ダメなのは匂いも変。ギリギリダメ。これは良さそう。いいですね。まあちょっとカビ入ってます。洗ってよしとしましょう。こうやってパッと開くのはダメだ。これダメだ。ダメなの方が多いな。洗ってギリギリどうか。もう腐ってる。ダメダメ。真っ白。これはダメそう。多分ダメだ。切ってみよう。ダメですね。これは良さそう。ちょっとやっぱカビ生えてるけど洗って食べましょう。結局栗を 400g 買ってきて食べれるのは 157g でした。これはもうダメ。もう一回ちゃんとした動画日本で撮り直しますので、9月に公開できるかどうかはともかくとして、いつかあげますので少々お待ちください。でこれを一晩砂糖につけておくと少し色が良くなるのでちょっとやってみましょう。ダメ元。はい、これは味関係なくただ見た目洗い流します。これは廃棄処分。悲しい。ほとんど3分の2がダメになっちゃう。一晩置きました砂糖洗い流します。はい、はい、お米も3合だけ洗います。はい、これ炊いていきます。じゃあフライパンに米とお水、そして栗を入れていきます。みりん適当。醤油も入れていいですけど今回は入れません。昆布を上に敷きます。塩を1つまみ。火をつけて、はい、それでは蓋をして炊いていきます。今回私が炊飯器使わないのは日本や韓国なら炊飯器持ってる人多いと思うんですが、私のチャンネルの視聴者さんは炊飯器持っていない方も多いと思うので、フライパンや鍋を使ってご飯を炊きましょう。できたら蓋ができるものでお願いいたします。はじめとろとろ中パッパって言葉がありますけども、ちょっと火を強めますね。栗ご飯は私が子供の頃もよく作ってもらって食べました。思い出の料理です。日本の秋のお料理ですね。栗といえば、私は日本の兵庫県は西宮市というところで生まれ育ったのですが、幼稚園で広田神社へ遠足で栗拾いに行った覚えがあります。トゲトゲの皮のついた栗を拾って家に持ち帰り、栗ご飯を作ってもらいました。半世紀以上昔の懐かしい思い出です。はい、ちょっと泡が吹いてきてこぼれそうに火を少し弱めます。少しとろ火にしましょう。はい、いかがでしょうか。
き上がりましたね。で火を止めて昆布をまず取りましょう。昆布を取って蒸らしますので混ぜて、多少下の方が焦げるのはしょうがない。はい、蓋をして蒸らします。5分ほど蒸らしました。美味しく炊けたでしょうか。栗ご飯をついでいきます。はい、栗ご飯の完成です。はい、それでは今日はですね、日本から買ってきましたこのサバのハリッサバっていう、もう料理されてるサバ缶なんですけど、これをちょっと試しに食べてみたいと思います。開けてみましょう。うわー、ちょっと辛そうな色してますね。どんな味なんでしょう。でもまずは栗ご飯をそのままいただいてみます。いただきます。ホクホク、栗が美味しい。じゃあサバ缶もいただいてみましょう。どんな味なんでしょう、ね、ちょっとピリッと辛い。美味しいです。いかがでしたか？日本ではもっと大きな栗を使います。今回はパラグアイで作った栗ご飯ということで、あまり良いものはできませんでしたが、これはこれで食べられるだけ幸せなことでしょう。この動画が公開される頃は、私は日本にいて暑い夏を乗り切り、秋に差し掛かろうとしている頃でしょう。その時またパラグアイの栗を思い出しつつ、もう一度美味しい栗ご飯を作って、次の機会にまたご紹介いたしましょう。ではまた。Nos vemos. Chao, chao.